今まで9代の方がですね、守ってきてくれた信頼、信用をですね、こう伝えていきたいです。パパの包丁作るのがかっこいい。いらっしゃいませ。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今から火をつけて、息子が仕事できるように。じゃあ材料から用意していきます。これが力材って言って、鋼がもう一緒になってるやつなんですよ、極軟鋼とですね。でこの真ん中に鋼が入った材料で、今回はこの複合材っていうもう最初から一緒になってる材料を使ってその包丁を作っていきます。寒い。じゃあちょっと材料を切っていきます。はい。今回作ろうと思ってる包丁は刺身に特化したような万能包丁を作りたいなと思ってて、普段も万能に使えて、でなおかつこう刺身を三徳包丁よりも引きやすいような包丁ができればなと思って。絵になる部分を切っていきます。これで今材料の準備ができました。特に時間とかも測ってないし、こう温度も測ってないじゃないですか。はいはい。どうやってこう見極めてるんですか。この鉄の焼けた色でですね、大体、判断するんですけど、この色とこの色じゃこう全然違うじゃないですか。水につけて熱いうちにこうパンパン叩くことで、こういう、鉄の不純物ですね、その皮膜を取ってあげる作業で、
それを取らずにずっと叩くとその酸化鉄ごとこう表面に打ち込まれて焼き入れしたりするときにパラパラ取れてですね、汚い仕上がりになるんです。黒打ちがですね、手前がこう一番厚くて刃先に行くにつれて、ちょっとずつこう薄くなっていくのが分かりますかね。ここの断面図をこう描くと背中の方は厚くて刃先に行くにつれて薄くなるような既製品とかやったらもう言えばギャーン感じなんですよ。もう全部同じ厚さで刃先だけちょんって研いであるようなやつで、これを今から焼きなましていってもう一回熱してあげてですね、で次は寸胴に入ってる一応は藁の灰で焼きなますんですけど、崩れた鋼こう組織をまた修復してあげる時間になるんですよ。鋼の良さにもですね関わってくる大事な工程ですね。今からやっていきます。すごいです。焼きすぎたでせっかく今酸化鉄を取ってこう綺麗な肌にしてるのにまた酸化して仕上がりが汚くなるしで、それでこんにちは。下と分かった。じゃあこっち来て、はい、こっちも持って。いるか？いくよ。お名前は？はじめ。お上手上手。タスは将来の夢ないって。工場じゃなくて仕事。パパの？本当に？こう鍛冶屋でその息子がやりたいって言っても生活できるかどうかがまず第一だし、継ぎたいと言った時にじゃあ一緒にやろうかって言えるような鍛冶屋になれるように今からこう一日一日ですね頑張っていきたいというのは思ってますし。うわー真っ黒。パパの工場作るのがかっこいい。じゃあこれを今から腹打ちといって叩いてもう一回こう刃が締めていくような作業をします。包みをつける作業を今からやっていきます。このハンマーの後ろが、はい、こうやってわざと傷つけてて凹凸をつけてあげることで食材との間にこう空白ができるじゃないですか。なんで見離れが良くてああいうきゅうりとかくっつきやすい野菜もこうくっつきにくい作用にもつながるんですよ。まとめて本20本ってなってくると結構きついんですよ。ずーっとコン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 。これで終わりました。よし。こうなんていうんですかね、歪みというかまっすぐなってないんで、これをこうまっすぐしてあげて成形作業に入っていきます。
刺身を引く時のイメージもしながらですね、今やってます。今こういうエメリコという、鉄の粉じゃないですけど、がついてるバフからペーパーバフって言ってサンドペーパーがこういっぱいついたようなバフがあるんですけどに変えたところで、こっちの方が滑らかなんですよ。こう、手にストレスにならないようにするために次はこの目の細かいバフで滑らかにさらにしていこうかなと思います。触ってもらったら分かるかなと思うんですけど、ちょっとこう肌質が違うというか、こうなんか滑らかになって全然違いますね。はつやつや。であとは今からここも手に当たるじゃないですか、こう四角を持った時に。なんでここも滑らかにしたいんですけど、これはもう細かい作業なんでヤスリでこうバリを取っていきます。手作業なんですね。そうですね、手作業ですね。本当この顎のところは全部ヤスリで。手でやるのって結構手間じゃないですか。そうですね、まとめてやると結構手間なんですけど、でもやっぱなんかこういうバフとかでも可動を使ってやれば、やろうと思えばできるんですけど、やっぱ粗さがちょっと違いますもんね。あとは気持ちがそうですね、これでこう触ったら全然やっぱ違うんですよ、この一手間で。優しさですね。優しさ、優しさ、です。ちゃんとこう気持ちを込めて削ってます。ここまでで成形作業が終わりで、いつもこの時間に来られるんですか？子供たちが寝た後の来る時が来てですね、放送したり、なんか夜ちょっとできることを。絵を描いて、もう一言ですけど「ありがとうございます」って書くんですよ。ありがとうございますっていうのをあえてこう漢字で書かせていただいてて、漢字があることが難しいということなんで、こう選んでいただくことも当たり前じゃないっていう感謝の気持ちでこう書かせてもらっていてですね。これが英語で「Feel So Good 9」って彫ってあって、9が9年目の作っていう意味で、Feel So Good はいい感じとかですね、こういい気分という意味で、こうもう疲れて帰った時とかでも朝眠い時とかでも、家族のためとか誰かのためにご飯作らないといけない時とかあると思うんですけど、そういう時にちょっとでもこうお気に入りの包丁でいい気分楽しくこう使っていただけたらなという思いを込めて彫ってます。
疲れ様です。こう昨日フィーソーグッドって掘ってこうちょっと曲がってるからですね、その歪みを取ってあげて、でこの歪みを取る間にちょっと火をつけて炉を温めながらです、やっていきたいと思います。じゃあ歪み取っていきます。よいしょ。あいやこの昨日描いたクリーパーが残ってますね。まだ本当かわいいかなと思います。本当楽しかったです。工場で子供たちが。よし。でこれが焼き入れするときに冷やす、じゃあ油で菜種油で冷やすんですけど、をちょっとこう温めてあげて準備します。焼き入れが難しいし一番大事なところなんですよ。これはちゃんとできてないと、どんなにこう丁寧に作って丁寧に研いで刃をつけても切れる包丁にはなんなくて、一見勝負じゃないですけどその過程が全部切れ味、お客さんの信用につながっていくからですね。この包丁についた油をこのノコくずに吸着させて取ってあげて、分鉄機械の忘れてました。よいしょ。これも鍛冶屋さんで多分それぞれこだわりがあって、ここで刃の硬さが変わるんですよ。今焼き入れをして、鋼が硬くなった状態なんですけど、で硬いだけじゃ脆いじゃないですか、こうパリパリかけてですね。なんでその硬さの中にも、イメージ的にはこう板バネみたいに粘りを持たせてかけにくいで、切れ味も長持ちするですね刃にしていくんですけど、切る相手によってこの温度も変えていって、うちの場合は万能包丁とかだとだいたい170度180度ぐらいに熱して焼きを戻すんですけど、でこの温度が上がると柔らかくなっていくんです。なんで例えば火を相手にするナタとかだと210度とか20度ぐらいに熱したりとか、この温度で鋼の硬さが変わるっていうのもですね面白いところでですね。あとはその熱して冷ますことでできた歪みを取ってあげて研ぎに入っていきます。こうですよね。はい。まっすぐですね。大体鋼の出方と、しのぎの幅も大体添えてあげて、このしのぎの幅って包丁の厚みが均一じゃないと、厚いところは広くなったり薄いところはしのぎが狭くなったりするんですよ。
これはダイヤモンド砥石で、この刃先がですね、こっちも研ぐじゃないですか。でこっちも研ぐとこう刃先がちょっとこうクロスするじゃないですか。このクロスした指先の部分の研ぎ曲がりをこれで取ってあげて、刃先を揃えてあげる感じですね、イメージ的には。これはスポンジバフっていうんですけど、こうペーパーバフで刃をこうつけるじゃないですか。切れ味はいいんですけど、なんかちょっと弱いっていうか、こう刃先を二段刃にするわけじゃないですけど、起こしてあげて潰れにくい刃にしたい感じでですね。次青棒っていう、でそれで刃を研いであげることで、最後さらにこう切れ味が良くなる。包丁を作ってる時ってどういうこと考えながら作ってるんですか？ちょっとでもこう円滑ぎじゃないですけど、いい包丁になればなという気持ちを込めて、こう4回4回こうするんですよ。でなんで4回4回かというと、こう4が合わさってなんか幸せみたいな意味で、なんかそういうなんですかね、もう全然切れ味には関係ないですけど、でも本当そういうのをちょっと考えるというか、せっかく手作りなんでですね。できました。完成です。ですね、こう手前からどうですか？いや楽しみですね。魚が釣れたら使ってみたいです。たまたまこう10代目生まれただけですけど、今まで9代の方がですね守ってきてくれたその信頼信用をですね、こうちゃんと切れる包丁を作れるように本当頑張らんとですねいかんって本当思います。給料がまずないじゃないですか、固定給が。はい。だから本当生活するのが大変っていうか、続けていくのがですねとなんか継いで家族を持って本当思いました。なんで父とかじいちゃんも大変な時も何回もあったと思うんですけど、それでもこの鍛冶屋を守ってきてくれたことはですね本当ありがたいというか、すごい尊敬してますし、自分もそうなれるように頑張りたいなと思いますし、でもそれができるのはその作るだけじゃできなくて、本当お客様のおかげというのがまず本当第一なんでですね、それも伝えていきたいです。そのパパが作るけんあんたたちはご飯食べさせてもらってるんじゃなくて、それをこう使ってくださる方がいるからご飯も食べれるし、楽しくお菓子も食べれたり遊んだりおもちゃ買ってもらったりできよるんよというのはですね、別れ年になったら伝えていきたいしですね。そうです。本当に一番のやばい。どういたしまして。